ロシア版アマゾンの物流倉庫壊滅まであと一歩というところまで到達しました。連日のように行われる物流倉庫への攻撃は次々と成功。並行して実施されている戦略爆撃、石油関連施設への攻撃も順調に推移しています。ロイター通信の報道によると、ロシア国内における石油生成能力は 40% 減少した状態が続いており、ロシアの復旧速度を明らかに上回った状態での攻撃が継続的に行われています。この影響は、一つの業界の打撃だけではなく、その関連産業や侵略にかける予算の喪失といったものにもつながっています。皆さんごきげんよう、上川薫です。今回取り上げる話題はウクライナ情勢。このチャンネルでは、地上波のニュース報道ではなかなか取り上げてくれないロシアの侵略戦争の推移について、細かな点についても言及解説を行っています。ぜひとも戦争の実態についての理解を深めるのに役立ててください。まず最初に、ロシア版アマゾンワイルドベリーズに対する攻撃がどこまで進んでいるかについて取り上げておきましょう。ロシアの e コマース、大手としてはワイルドベリーズとオゾン、その他ヤンデックスなどもありますが、これらを合わせると市場の8割から9割程度に及びます。ワイルドベリーズ単体では過半数には届きませんが、物流倉庫を創出すると、一つの業者という問題だけでは済みません。その地域全体の流通網に対する大きな打撃となります。攻撃が始まった当初、インターネット上では、ワイルドベリーズの大型倉庫一覧を作った人がいます。毎日一つずつというわけではありませんが、定期的に攻撃が行われることによって、今や過半数の大型倉庫に対する攻撃が実施。完全に倉庫全体が消失したところもあれば、一部の施設だけが燃えたところもあります。ただ、全体として見た場合においては、攻撃を受けた施設のほとんどが大規模な火災に発展し、施設の大部分が機能を失うという事態に発展しました。これに対しワイルドベリーズの経営者は声明を発表し、あたかもプーチン大統領と似たような話をしました。事態は十分コントロール可能であり、施設はロシア軍が厳重に防備を固めているとしました。その割には連日のように倉庫が炎上しているわけですから、政府から実態について詳細に語ってはいけないという圧力がかかっているのかもしれません。何にしても住民からの撮影された映像を見ると、どう見ても施設は完全に炎上していることがわかります。ワイルドベリーズに対する攻撃の理由としては、そもそもロシアがウクライナに対して無差別的な攻撃を行っており、物流関係の会社に対しても多く攻撃を行ってきました。ですからその報復ということが第一。第二に、ワイルドベリーズはプーチン大統領の言う特別軍事作戦に対する総合カタログをページの中で作り、ロシア軍やロシア軍兵士たちに対する軍事関連物資についても販売を行っていました。直接的に銃器類や爆発物などを売っていたわけではありませんが、身の回りのもの全般についてボディアーマーなども含めて販売していたわけですから、軍と一体化していたと見られていたとしても別に不思議な話ではありません。こうしたワイルドベリーズの話題をするときに一企業に対する攻撃だけでは大した影響はないと考える人もいます。しかし、一つ一つの倉庫それ自体の再建にも500億円や1000億円という規模の影響が出ています。そもそも倉庫が非常に広大な敷地に建てられているものですから、収められていた物品は非常に多大なものです。しかも、ワイルドベリーズや e コマースショップ全般について言えることなのですが、戦争関連の被害というものは決して自分たちの経営責任ではないとして免責事項に当たるとしています。当初小売業のある一定水準の企業までに対しては保証するかもしれないという話をしていましたが、結局のところ被害があまりにも膨大なことから、この免責事項を適用し、被害額については補填しないという方針に決まったようです。これに伴って個人や零細、中小企業などについては、ワイルドベリーズに品物などを預けていたところにおいては経営破綻するところもこれから出てくるでしょう。また、それだけの問題ではありません。ワイルドベリーズはロシア版アマゾンと呼ばれるぐらいにロシア国内における e コマースショップとしてのシェアが非常に高く、ロシア国内第2位の銀行と非常に密接な関係がありました。どんどん儲けるんだからということで運転資金などを含めて銀行との関係で融資を多く受けていたことにより、今回の打撃は非常に大きなものとなります。つまり、最終的には不良債権化する可能性も出てきたわけです。当然、
不良債権化すればそれを補うための動きをしなければならないわけで、銀行の経営が悪化し、それが国内の金融不安へとつながることを恐れたロシアが資本注入に出るということも十分あります。ロシア国内では非常に何度となくこの金融不安についての話題が出ています。戦争が長期化することに伴って天日を調達する手段としてロシア政府がある一定額以上の銀行預金についてこれを戦時国債へと強制転換するのではないかという噂なども何度となく出ています。これについては中央銀行から何度となくそうした強制的な行いはしないと声明が出されていますが、ロシアはソ連時代において似たようなことをすでにした実績があり、今回もそれに該当するかもしれないと恐れる人々の不安は拭い去ることができません。続いては、石油関連施設への攻撃が継続していることの悪影響が業界を超えて広がっています。単純に燃料を生成することができないわけですから、物流網に対する打撃が加わっているわけで、それに伴う輸送費の増加はありとあらゆる産業に悪影響をもたらしています。一般の国民にしてみてもガソリンスタンドで燃料価格がどんどんと上がってくるというのは非常に痛手となりますし、そもそもガソリンスタンドでの給油制限に伴う待ち時間の増加といったものは多くの人々の日常生活を破壊してしまうものです。ただ、そうした国民の不便さの悪化といったものだけではなく、業界全体で悪影響を受けているところがあります。それが鉄鋼業界です。ロシアの鉄鋼業界は今、様々な面で逆風にあります。鉄鋼業を行うために非常に多くの資材を工場へと送らなければなりません。そのための鉄道路線はディーゼル機関車で動かしています。ところがディーゼル機関車というのは非常に多くの燃料を必要とするわけで、今、燃料製造がうまくいっていないロシアにおいては、直接的な打撃が深刻化しています。何しろ、ディーゼル燃料の価格が年初来で比べた場合において、今や2倍という非常に高い水準にまで到達しています。一部地域においては3倍にまで到達したというような話も出ています。実際に3倍までいっている地域はあるごく一部の話ではあるものの、全体で慣らしてみた場合においても異常な状態だと言えます。さらに、ロシア国内の民間需要の低下といったものも続いています。プーチン大統領はロシア経済は非常に順調であると述べていますが、実態は全く異なっています。2022年以降、多くのお金を軍需経済に対して投下してきました。それに伴って軍事関連のところについては非常に多くのお金が費やされてきたわけですが、逆に言えばそれ以外の部分については非常に大規模な予算縮減といったものが行われます。例えば公共工事などについては非常にわかりやすい例で、大規模な工事はしないし、ひどいところになると維持管理費すらも大幅なカットが実施されてきました。しかも国内ではインフレ進行を抑えるために高い政策金利が設定されており、それに伴ってお金の巡り方といったものも非常に悪化しています。民間需要の悪化といったものは、直接的に鉄鋼需要そのものを萎縮させるものです。さらに、国際的な制裁下にあるロシアは、今、世界市場に売り込むといったことが非常に困難になっています。さらには、多くの労働者を軍事関連やもしくは軍へとどんどんと吸い上げていくような政策が発動されていますから、労働者不足やもしくは賃金の上昇といったものも加わっています。そのため、大手企業においては売上高が全般的に 10% 以上減少しています。しかし、売上以上に最悪なのは純利益の状態です。一番大きな鉄鋼会社でも純利益が半減、その他の企業を見てみた場合においても、利益が9分の1やもしくはそもそも利益が残らない赤字転落の状態に陥っています。プーチン大統領としては業界全体が沈んでいくことに関して失業者が出れば、それをどんどんと軍へと吸収し前線送りにすると考えているかもしれませんが、当然大きく産業力全体が低下していくこととなります。そして戦争研究所はこれまでの2022年からの累計の軍事費について考えた場合において、これが明らかに割に合わない行動だとしています。というのも、すでに投入した軍事費は100兆円を超えたという計算となっているからです。これは国家予算の3割や最悪4割まで到達しようというような状態が続いており、ロシアがもはやそれ以外には何もできないような状態に陥っているとも言えます。では、それほどまでに大量の資金を投下し、
多くの人々を前線送りにした結果がどうなっているのか。最新の情報によれば、7月のロシア軍の兵力損耗率は今年最大という状態に陥っています。ウクライナ軍参謀本部の発表によると、2026年7月のロシア軍の兵力損耗数は今年最大の42,860名を記録したと報告しています。ウクライナ軍は日報としてロシア軍にどれだけの打撃を与えたかについて発表を行っています。これはあくまでも死傷者であって亡くなった人の数ではありません。ただ、最前線における兵士の死傷に関わる兵器は今は小型ドローンが7割から8割にまで到達しています。これらの兵器は一人一人の兵器に当たるというような状態ですから、非常に重傷もしくは亡くなる率が非常に高くなっています。死傷者4万人超えというのは非常に深刻な状態です。というのも、ロシア国内における徴兵志願数については、実績数として2万7000から3万人程度と考えられていますから、その開きが1万人以上に広がっているのです。このように、かき集めてくる兵士よりも圧倒的に死傷者数の方が多いわけですから、そのギャップを埋める必要があります。プーチン大統領は、ロシア軍全体の定員数について増加することを、まず制度として取り組んでいます。その上で、北朝鮮に対しては3万人の増派を要請し、おそらく北朝鮮側はこれを飲むだろうと言われています。さらに海外における傭兵募集についてもより強化をしていると言われています。ただし、ほとんどの場合は未払いに終わることを前提として非常に高い金額を提示したり、もしくはロシア国内で非常に楽な仕事があると騙して連れてくるというようなパターンも非常に多くあると言われており、あくまでも人海戦術のための捨て駒の補充を目的としているようです。プーチン大統領は近いうちにでもウクライナの東部ドンバス地方については制圧することができるだろうと今でも語っています。しかし戦争研究所は現在の進軍ペースにおける死傷者数についての計算を発表しています。それによると1平方キロあたり1132名のロシア軍の死傷者が必要とされているような状態であり、この状態での進軍はロシア軍の膨大な損耗を前提とした作戦であり、全く合理的な説明ができないレベルでの被害が出るとしています。当然このような作戦を継続することは、ロシア国内からどんどんと労働者を創出することとなり、産業力の低下にもつながっていきます。国家予算全体についても軍事予算に非常に偏りすぎている状態が続いていますから、当然未来に対する投資も全くできません。プーチン大統領は、ロシアとウクライナの国力比10倍というこの差を生かして、まだまだ戦いを続けられるという考えでしょうが、ウクライナ軍の反撃能力は年々高まり続けています。ワイルドベリーズの物流倉庫に対する攻撃のビンゴカードのように、標的を次々と攻撃成功させているウクライナ軍、この傾向がどんどんと続いていけば当然のように、製油所だけではなく軍需工場全般に対する攻撃、軍施設への攻撃など、ロシアの継戦能力そのものに対する深刻な打撃が積み重なっていくのは、もはや時間の問題と見た方が良いでしょう。果たしてプーチン大統領の狙い通り、自力の差だけでこのまま押し切ることができるのか、少なくとも2022年以降のロシア軍の進軍ペースというのは明らかにウクライナを占領するのに100年以上かかるというような状態となっています。というわけで今回の動画はここまで。ウクライナ情勢、現在のロシア軍の侵略戦争の最新情報についての解説を行いました。皆さんは今回のお話を聞かれてどのようなことを思われたでしょうか。ぜひともコメントしていってください。それでは次の動画でまたお目にかかりましょう。またね。